はい、それでは今日もランクルゼミナール始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ボディオンフレーム構造で、大事なのは走る曲がる止まるの基本性能を全てフレームとフレームに乗ってるサスペンションであったりユニットであったり、そこで一応完結ができるっていうことが一番なんですね。モノコックの車だとサスペンションの入力をダイレクトにボディで受けますっていうふうになっています。なので例えばボディがあるところにヒットしてしまって当たってしまって変形をしたりするということもランクルの使われ方だとあるかもしれない。でフレームって多少路面にヒットしようが何しようがやっぱり乗員がいるところに影響が出ない。僕らよく麻痺してるって言われるんですけど岩石路走ったりした時にガンゴンとかいう音ってたまにやっぱ出ます。いろんなとこ当たったりして。でも実はそれが全然気にならない。ちょっと異常なんですけどね、そういう意味でいくとね。やっぱりその乗員がいるところに影響が出ないで走りをその丈夫なフレームを持って担保できるっていうものが一番だと思っています。特殊な使い方も結構あって、例えばランクルフレームあるじゃないですか。わざとフレームを岩石ないしに乗っけてくるっと向きを変えるとか、そういったテクニックも実はあったりします。それたまたま自分のその考えと一致したところはあったんですけども、2014年にそれこそ製品企画 Z に来て最初に行ったのが5大陸走破がオーストラリアだったんですね。すごく疲れる200系に乗ったんですけど疲れるなと思いながらなんとかできないかなと思ってて、で実はそのステアリングの重さであったりとかそういったことって各地域のお客様からも同じように声が上がっていて、やっぱりそのランクルという車で言えどいかにそのアクロ耐久性等々優れていって今まで評価をいただいているにしてもお客様の感覚ってやっぱどんどん変わっていくんだな。だからこそ今回は運転しやすい楽に走れるっていうことをそのお客様の声もそうですし自分の中でもでまた開発陣もやっぱりそれをずっと思っていてそこに何とかして持っていきたいなというところがありましたね。オーストラリア自身が過酷というかまず閉じた大陸の中によく言いますけど世界で8割の道がある、あれ8割の種類の道があるといった方が正しいですよね。だからそれこそ本当に雪のアイスバーンだとかそこら辺でなかなかオーストラリアの中ではないんですけども、そういったところ以外はオーストラリアでしっかり走れる性能を持っていけば8割の後ろ逆に走れますねという環境がそこにはあるということを意味しています。でびっくりしたのがもう3回ぐらい行かしてもらったことあるんですけども、レジャーに行くのになんでこんな道を通らないといけないのっていうようなところは結構あります。実は本当に僕らからするとオフロード評価でしか使わないような激しいのモーグルロードですかね、ああいったところも実は彼らのところでは身近にあって、それこそキャンプ道具を引っ張りながらそういったところを走っていくという環境が割と身近にあるんですね、オーストラリアって。そこってやっぱり日本と大きく違っていて、そのランクルが生きるというかランクルを使っていただいて楽しんでいただくようなところのシチュエーションもかなりオーストラリアにありますし、かたやその鉱山みたいなね本当に働くところで使っていただいているっていうのもあったりしますし、そういった意味でオーストラリアっていうものはランクルにとって第二の故郷っていうふうによく言われてますけれども、育てていただいてオーストラリアのお客様に育てていただいて反映した基準っていうものがやっぱり結構ありますよね。はい、本日のゼミナールはこれで終わりです。これからもよろしくお願いします。